こんにちは、TP アトレーナーの柳です。今日はドライバーの飛距離を伸ばすためにとても大切なテイクバックの取り方、テイクバックの大きさについて解説していきます。今日お伝えする内容は実際に TPI で体をスクリーニングする情報なんかを織り交ぜながら大きなテイクバックを取れる準備があるのか、もしくはその準備がないのであればどういった方法でヘッドスピードを上げて飛距離を伸ばすか、このあたりを解説していきます。まずドライバーを飛ばす上で一番大切なのはこのヘッドスピードですけど、250ヤード飛ぶためにはだいたい42ぐらいのヘッドスピードが必要です。で、一般的なアマチュア男性はヘッドスピード40前後が平均なので、ちょっと頑張れば250ヤードっていうのはコンスタントに飛ばせるようになります。で、その250ヤードヘッドスピード42をクリアするためにこのクラブを助走させるためのテイクバックのポジションとか大きさ、このあたりすごく重要になってくるので、自分がどれぐらい大きなテイクバックを取るのか、このあたりを詳しく、診断していきます。まずこのテイクバックの形として大切なところをお伝えしていきます。一つはこの右足がスウェイしていって横ブレが起きていかないかというところで、この構えたところのこの右太ももの角度を維持したままテイクバックしていくことがすごく大切です。多少動いてもいいんですけど、動いた分戻さないといけないのでスイングが複雑になりますし、体調によってはその日のショットがまとまらないっていうことになるので、基本的にはテイクバックではこの右太ももの位置は変えないようにテイクバックを取っていきます。このテイクバック取っていくときにこの土台はぶれない状態で大きなトップを作っていきたいとなるんですが、まずですね、自分の体がこの大きなトップを作る準備ができているかっていうのをチェックしていきます。まずですね、このテイクバックの時にこの足がぶれない股関節の可動域があるかっていうのをチェックしていきます。このアイアン2つ用意していただいて、このヘッドとヘッドを重ねるようにしてこの120度ぐらいの角度を作っていきます。まず一つのシャフトの前に立った状態で、右利きの人は右側の足をつま先立ちします。で、この状態で胸を回します。で、この時足をちょん立ちしたまんま回して、この角度が120度回るか。で、逆側の足、左足をちょん立ちしてテイクバック120度回るか。この動きができていないと、この右足をキープしたまんま大きなトップ作ることが難しくなります。なので、まずですね、ここができるかどうか、テイクバックで下半身を我慢させて連転できるか、これは60度体が股関節中心に回すことができるか、内旋外旋できるかってところがポイントになってくるので、ぜひチェックしてみてください。次に大切になってくるのがこの上半身がどれだけ回旋するかです。で、この時に45度ぐらい回旋するかをチェックしたいと思います。何か回転しない椅子とかに座ってもらって、この状態で膝が離れない、くっつけた状態で回します。この時に体が45度回すことができるか。で、この45度回せないと、肩甲骨周りの腕周りの可動域が少ないっていう形になるので、これも大きなトップ作れるかどうかの指標になります。なので、ここが離れないようにチェックした状態で45度回るか、これをチェックしてみてください。ということで今2つこの捻転させるための準備がどれぐらいできているかっていうのをチェックしてもらいました。で、これができている人っていうのは大きなトップを取っていただいて OK です。で、どれぐらい大きなトップを取ってもらうかのイメージ2つあります。1つはですね、この右足をキープしたまんま、左手はいつも通りグリップしてもらって、右手でシャフトをスーッとなぞるようにして上げていきます。これがさっきのスクリーニングでやった角度、股関節60度、上半身45度回すことができれば、この状態で手首を、グリップを戻してあげる。この状態にしてあげるところまでトップを大きくすることができます。またですね、このトップを作る時の形なんですけど、何か物を右手でヘッドで物を叩く時、どういうポジションが自分が強く叩けるかっていうのをイメージする場所、ここだったりここだったりここだったりいろんな場所ありますけど、この物体を叩くのだったらここだったら思いっきり叩けるなっていうイメージの場所に上げていきます。で、この状態で物を叩く、これが飛距離を伸ばすためのインパクトのポイントにもなるので、
体が十分回る人はこの状態でこの叩けるポジション、右手1本で叩けるポジション、ここにテイクバックを持っていきます。一方でやっぱり年とともに股関節とか肩甲骨の可動域っていうのが狭くなってくるので、そういった場合は250ヤード諦めなきゃいけないかというとそうではなくて、ここからはですね、そのような場合はどういうクラブの使い方を意識するか、このあたりを解説していきます。まず一つはですね、この今の可動域、例えば股関節がもう回らない場合で大きなトップを作ろうとしてしまうと、これ以上体が回らないので起き上がって大きなトップを作りたいとしてしまいます。で、起き上がってしまうと、この切り返してからヘッドが落ちてしまうのを戻したりとか、このままこっち側に抜けてしまったり、すごいいろんなマッチアップができてしまうので、ここから持ち上げるっていう行為は絶対にしちゃいけません。で、またですね、このシャフトを使うためには、このクラブの回転運動をなるべく止めない状態で切り返していくことが大切なんですけど、可動域がない、持ち上げる、この瞬間にこの回転運動から持ち上げる、落ちるっていう形になってしまうので、可動域が足りない人はこの持ち上げる形になっていないか、指標としてはシャフトを肩につけてもらって、しっかり肩が地面を刺す角度で前傾をキープできる中で上げていられるか、ここをチェックしてみてください。で、ここ可動域が足りなくて持ち上げちゃう、この回転を止めてしまう、これは飛距離にとって大きなマイナスで、大きなトップを作るよりもデメリットの方が大きいので、まずは自分の許された可動域の中でテイクバックしていくってことが大切になります。今のはエネルギーのロスの話でした。で、次はエネルギーを生む側の話です。もちろんこのグリップスピード、ボディターンのスピードが速ければヘッドスピード上げやすいですけど、ヘッドスピードを上げるために大切なのは自分の体を一生懸命回すのではなくて、このシャフトと自分のこの手首中心の振り子です。なので、次はここを整えていきます。それをですね、この可動域が確保できないけど飛ばしたい人に向けたドリルを2つ紹介します。1つはですね、ジョン・ラームドリルで、この腕が地面と平行になった瞬間に切り返します。で、これは自分が思っているよりも早くテイクバックした瞬間に切り返す。こういう感じです。この感じで切り返してあげる。で、この時に手首をロックするのではなくて、手首はクラブに生かされる感じで切り返します。ここですぐ切り返します。こういう感じでこの切り返し、コンパクトの中でも引っ張り続けるっていうところを意識します。次にやってほしいのが、この手首を中心にしっかりとクラブヘッドを稼働させられるかなので、私のチャンネルではおなじみになりましたけど、足をハの字に開いて、この手に対してヘッドの運動量を大きくしていきます。で、この時に大切なのは、こういう感じでしっかりと手首だけで打ってあげる。で、グッと握って手首を殺して一生懸命振ってもこれしかヘッド出ないですけど、クラブを引っ掛けて振ってあげればこれだけヘッドは動くので、ぜひですね、この手首、第一振り子を大切に手打ちをしてあげてください。これだけでもしっかり飛距離が出るので、ぜひですね、このジョン・ラームドリルで早い段階でシャフトの負荷をかけてあげながら、ハの字で振り子をして打ってあげます。これだけでしっかりと飛距離が出るので、ぜひですね、このシャフトと手の可動っていうのを増やしてあげましょう。
ということで、テイクバックはこの自分の右足の軸がぶれないように、大きなトップを作りたくて肩が浮かないように、ここに注意しながらしっかりとこの手に対してヘッドの運動量を増やしていく。ここの振り子を止めないで打つ。シャフトを早い段階でしならせてあげる。もう一個最後におまけなんですけど、このテイクバックするときに息を吐きながらだと大きな旋回ができるのと、舌を前は、上顎、歯の後ろに接するような状態、この下の根元が落ちてしまわない、上がってる状態だと体っていうのは回りやすくなるので、息吐きながら顎の付け根を上げながら、その意識でテイクバックしてあげると、この軌道を大きくすることができます。それでは実際に打ってみます。ということで今日は大きなトップを作れる準備があるのか、でその準備がなければどういった意識でクラブを使うとヘッドスピードを上げられるか、ここの2つに絞って解説してみました。私たちの体は200を超える関節でできていて、もういろんな形、バランスに対していろんな動きができちゃうので、ぜひですね、この無駄な動き、マッチアップをしないか、きちんとこのクラブの設計通りにスイングできるか、このあたりをチェックして効率のいい飛距離アップを目指してほしいなと思います。ということで今日はテイクバックの取り方について解説しました。ぜひ皆さんやってみてください。